こんにちは、斉藤直樹です。今日のテーマは30分上達法っていうことで始めていくんですが、このようなお悩みが届いております。10代、なっちゃんさんからの質問ですね。小学5年生です。悩み事があります。最近線がまっすぐ描けなかったり、輪郭や目もうまく描けなかったり、体もうまく描けなかったりして、イラストを描くのが楽しめていません。何かいい方法はありませんかということですね。はい。線画がまっすぐ描けない。輪郭や目もうまく描けない。体もうまく描けない。もう全部うまくいかない。書くの楽しくないっていうことなんですね。はい。なっちゃんさん、小学5年生ってことなんですが、僕の娘ちゃんもね、1個下の小学4年生です。たまにね、娘が絵を描いているところを見ていて、なっちゃんさんと同じようなことをぼやいていたことがあったので、今回紹介するテクニックを娘に教えたところ、30分ぐらいにね、練習したら、はい。これね、みるみるコツを覚えてですね、めちゃくちゃ描くの楽しそうにいっぱい絵を描き始めたことがあったんですね。はい。それもそのはず、今日お伝えすることって、絵を仕事にしているプロの人は自然とみんなこういうやり方をやっているっていうやり方をお伝えします。ただね、プロの人ってもう今日お伝えするようなことってもうね、当たり前になりすぎていて、誰もがあえて教えてくれないようなことだったりもします。プロにとっては当たり前。それだけにめちゃくちゃ効果がある描き方ですので、思い通りに描けなくて楽しくない。そんな人はですね、今日の動画何度か見返していただいて、あなたの絵の描き方に取り入れていただけると短時間でも一気に絵が上達しちゃうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。一発書きから卒業をしよう。まず最初に注意したいのが、一発書きから卒業しようってことです。というのは、僕の娘の絵の描き方を見ていてもですね、うまく描けない、うまく描けないって言って描いている姿を観察すると、こんな風にいきなり濃い線で線を一発書きしちゃうんですね。質問者のなっちゃんさんのお悩みに、線をまっすぐ引けないというお悩みがあるんですが、線を描くことにおいて、線をまっすぐ描けないことなんて、別にね、大した問題じゃないんですよ。なんならね、僕も線まっすぐ引けませんから。それよりも何よりも魅力的な絵を描くのに必要なのは、全体のバランスです。絵のバランスが整っていないと、いくら線をね、綺麗に引いたとしてもですね、それはなんか微妙な絵を綺麗に描いただけの絵になっちゃうってことなんです。逆に言えば、全体のバランスさえ整っていればですね、まっすぐに引けてないガタガタな線で描いたとしても、この絵味があっていいねっていうことになっちゃうんですよ。そのためには、まずはこれを意識してください。一発書きから卒業すること。はい。小学生でよく見るのがこういう絵ですね。たどたどしくてね、可愛くはあるんですが、これ以上上達できるかどうかは、今やったように一発書きを卒業できるかどうかにかかっています。上手くなりたいっていう人はね、ぜひ次に紹介するやり方取り入れてみてくださいね。何本も線を重ねてラフを描こう。はい。まずさっき書いたようなピースのポーズって、皆さんですね、なぜか想像だけで簡単に書けるっていう風に思い込んでいるんですが、断言します。想像だけじゃピースのポーズ書けません。はい。書けませんよ。実際書けてませんからね。もう想像だけで書けてる人、僕誰一人見たことないです。いやいや、俺は書けるよ。簡単だよ。ほらとか書いて見せてくれるお調子者の底の君。そのね、やる気と負けん気は認めますけど、書けてませんね。はい。そこは認めてくださいね。じゃあどうするのかっていうと、ひとまずピースポーズをした自分の写真をスマホでパシャッと撮ってみてください。はい。自分のスマホ持っていない人は家族からスマホを借りて写真を撮りましょう。シャッターを押すのが苦手で良い瞬間をなかなか撮れない人はこんな感じで動画で撮影してもいいです。自分が気に入った表情、瞬間で動画を止めて参考にしましょうね。家にプリンターがある人はこんな感じでプリントしてみるとさらに良いと思います。紙に印刷することで上から鉛筆でなぞったりトレスしたりすることもできますし、書くときに紙の真横に置いて書きやすいので、やれる人はね、やってみてください。ここは必ず必要ってわけじゃないですけどね。でですね、なんでお手本が必要だと思います？それは絵をうまく描けない人のほとんどが思い込みだけで絵を描こうとしちゃうからなんですよ。例えばわかりやすい一例で言うと、ピースサインをしている手を描くときがわかりやすいです。絵があんまりうまくないんですって言う人でも、ピースサインをした手は描けるって言う人すごく多いんですが、それってね、なんで描けるかっていうと、こんな感じでですね、ピースサインを記号化して描ける気になっているからなんですね。はい。よく見ますよね。こういうピースです。ただですね、今だけちょっと脳をリセットしてですね、記号化してしまったピースを一旦忘れて、よーく写真を見てください。はい。そんなピースになってますか？なっ
ってませんよね。鉛筆で写真を軽くなぞりながら、よくよくピースサインを見てみましょう。さっき書いたピースサインとは、まるで形が違うことに気づくはずだと思います。はい。それを踏まえて、ピースを改めて書いてみると、2本の指がこう反っていて、薬指の第一関節を親指の腹で押さえていて、で、小指は親指で押さえつけてないので、若干浮いていて、で、手首はこんな角度で腕につながっていると。はい。記号化せずに、よくよく写真を見て手を描くと、こんな感じになると思います。こういうね、観察が大事なので、まずは写真が必要ってことなんですね。はい。で、こういう話を聞くとね、よーしわかった。じゃあその写真をよーく見ながら、今みたいに、初めから詳細に細かく書き込んでいくぞって突っ走っちゃう人がいるんですが、はい。ちょっと待ってください。いきなり詳細に細かいところから書いていっても、全然ね、うまくいきません。もうさっきね、絵は全体のバランスが大事。バランスさえ整っていれば、線なんて下手くそでも絵はうまく見えますって言いましたよね。つまり、最初は、バランスを整えていくのが最重要なんです。はい。バランスを整えていくためにはですね、最初はなるべく大雑把に、顔はこのぐらいの大きさかな、体はこのぐらいの大きさかなってね、丸とか棒線を使って何本も線を薄く引きながら画面上でバランスの模索をしてください。はい。これも後で言いますが、線を何本も薄く重ねるのがポイントです。これね、いきなりグリグリっと力を入れて線を濃く書き入れないようにしてください。手から力を抜いて、シャシャってね、うっすら線を描いていくのがポイントですよ。この作業を当たりを取るって言います。はい。聞いたことあるでしょ？今から描く絵の目安、目印、そういうのを当たりって言うんですが、はじめに顔の大きさや手の大きさ、画面にどのように入れるのかどうかっていう大雑把な印象だけを当たりを取ることによって決めていくこと。絵が上手い人はこれを必ず最初にやります。顔だけ最初に描いて、その次体描いて、で、空いたところにピースサイン描いてっていう順番じゃありません。今から描きたい絵を全体的にぼんやりと紙に浮かび上がらせていくような感じです。はい。だいたいこのぐらいの大きさで描こうかなっていうバランスができたら次に行きましょう。今描いた当たりの上から今度はより詳細にキャラクターを描いていってみましょう。当たりの線をね、いっぱい描いたので、この上から描きづらいなっていう人は、はい。こちら、小学生はほぼ全員持っていると思います。練り消しですね。小学生って練り消し好きなんですよね。授業中大体みんなね、こう練りしていると思うんですけど、香りとかつけてね。その練り消しは、正しくはね、こういう時に使います。手のひらでグリグリってね、細長くして、今描いた当たりの上を手のひらで押し付けながら、ゴロゴロってね、転がしてみてください。はい。すると、ほら、線が完全には消えずに薄くなりました。これで、この上から絵を描きやすくなるってわけなんです。はい。練り消し超便利なんですよ。そしたら、この当たりの上からキャラクターを描いていきますね。ここからはね、さっきよりは写真をよく見なくてもいいです。さっきね、写真をよく見て描いた当たりの上に自分のキャラクターを乗せていくような感じで描いていきましょう。で、ここで注意ポイント。ここでのコツもですね、筆圧をあんまりかけずに線を何本も描いていってください。一発で正解の線を引こうとはまだしないように。ほら、僕の描き方を見ていてください。キャラの線を描いていっているように見えますが、例えば輪郭部分、ほっぺたから顎につながる線とか、シャシャっと何本も線を重ねて描いていってるのがわかるでしょ？こういうのを線を探るって言ったりします。何本もこうかもしれないっていう線を描いて、その中から正解の線を探る。ラフで意識したいのはまさにこの探るっていう行為です。線を探ることでより魅力的な線を探り当てることができて、あなたのイメージを思った通りに紙に写し取ることができます。ラフがうまくいかないっていう人は特にこの部分を意識してみてくださいね。それともう一つ書き方のポイントなんですが、たまに紙を持ってこんな風に顔から離して眺めてください。紙を目から離して眺めてみることで、書いている最中には気づかなかった違和感に気づくことがあるので、ラフの時点で違和感に気づいてそこを直してみましょう。顔が長いとか傾いているとか、あと目が離れすぎちゃっているとか、いろいろ気づくと思います。それをこの時点で直すことができると、さらにあなたの絵を魅力的に輝かせることができますよ。トレースをしてみよう。
さてさて、魅力的なラフが描けたと思います。次はですね、今描いた絵をトレースしてみましょう。今描いた紙の上に、こんな感じでもう一枚紙を乗せると、ラフが薄く透けますよね。その薄く透けたラフを頼りに、今度はさっきよりも綺麗に線を描いてみるんです。この時に意識するポイントは、正解の線を見つけるってことです。さっきは線を探りながら何本も何本も線を重ねましたよね。その何本も引いた線の中からですね、この辺りが自分にとってはしっくりくる線だなっていう正解の線を選んで一本にまとめていく。そんな感じです。なので必ずしもさっき描いたラフ通りじゃなくていいです。透かしながら描いていると、目はもうちょっと上に描こうかな。下に描こうかな。もう少しにこやかに描こうかな。逆に怒ったように描こうかな。なんてことが思い浮かんでくるはずです。白い紙の時にはあんまり具体的にならなかったイメージですが、こうやってラフを下敷きに描いてみると、自分でも驚くほどに、ああしたい、こうしたいっていうのが思い浮かんできて、びっくりすると思います。あれ？自分ってこんなに想像力豊かだったんだ。そんな風に自分の意外な一面に気づく人もいると思います。そうです。あなたは元からそのぐらい豊かな想像力を持っています。真っ白な紙を前に萎縮していただけで、ラフや当たりを透かして順番通りに書きさえすれば、もっとこうしたい、もっとこうだったらいいのにっていうのがどんどん浮かんでくるはずなんですね。それに、そんな自分に今まで気づかなかった人は、今日紹介したような手順を踏んでいないからです。ぜひ、当たり、ラフ、トレース、今日紹介した手順通りにやってみてください。きっとあなたの内に眠った想像力を目覚めさせることができると思いますよ。はい。こんな感じ。ラフとトレース、並べてみるとこんな感じです。随分イメージが整理されてきましたね。筆ペンで線を描いてみよう。さて、ここまででも十分あなたは絵が上達したはずなんですが、さらに絵を上達させるには重要なポイントがあります。何だと思いますか？それはですね、自分で上手くなったと実感したり、何よりも周りの人にですね、めっちゃ上手くねと絵を褒めてもらってテンションを上げることです。はい。これマジで大事です。じゃあどうやったら絵の上達を実感できて周りの人にも褒められるのかっていうと、これ筆ペンでペン入れしてみてください。今まで解説してきた絵の描き方、これをね意識できれば絵ってねめちゃくちゃ冗談抜きで上手くなれるんですが、でもね鉛筆の線って薄いでしょ。そうするとですね、自分で見た時にはうまく描けたなっていうことがわかるんですが、他人から見た時にはいまいちね、インパクトが弱いんですよ。なので、鉛筆画だとね、いくらうまい絵を見せたとしても、うまいね、くらいの薄いリアクションしかね、もらえない時が多いんですよ。いくらね、自分でうまく描けたって思っていても、見せた人のリアクションが薄いと、ちょっとね、寂しいでしょ？テンションも下がると思います。そこで筆ペンですよ。ミリペンとかボールペンとか、他のペンでもいいんですが、僕が筆ペンをおすすめするのは、はっきり言ってうまく見えるからです。筆ペンって細い線、太い線、一本でいろいろな線が描けるんですよね。よくね、線を描くときは入り抜きや強弱をつけなさいって言われることが多いと思うんですが、筆ペンは一本だけでそのポイントを抑えられます。それとね、なんといってもこれが強いんですが、筆ペンってですね、たとえミスったとしても、あんまりそのミスがミスに見えないんですね。ペン入れしていると、初心者はほぼ絶対ミスします。はみ出ちゃった。線がブレちゃった。いろいろなミスを犯します。それを避けるには、とにかく練習してペン画を上手くなるほかないと思うんですが、筆ペンはですね、そもそも線にものすごく抑揚が効いているので、やべ、太くなりすぎちゃった。ずれちゃった。はみ出しちゃった。で、ちょっとぐらいミスしたとしても、でもこれはこれで良かったかもってね、ミスを許容しやすいというか、カバー力が高いペンなんですよね。はい。ミスっても味に見えちゃうんです。なので、ペン画に慣れていない人でも、筆ペンで線を描くことで、あれ？もしかして私ってうまいのかもってね、そういういい気分になりやすいですし、実際ね、いい気分で描いた絵って他人から見ても、うまいじゃんってね、あなたの絵の良さが伝わりやすいです。ぜひ、鉛筆画が描けたら、最後に筆ペンで線画を描いて、ペン入れしてみてください。あなたの絵を見た人から、すごいってね、驚きの反応を引き出しやすくなるはずだと思いますよ。以上が今日僕が伝えたかったイラスト30分上達法でした。いかがだったでしょうか？絵をね、もうすでに描けている人にとっては、ものすごく当たり前なことだったんですが、当たり前すぎるゆえにね、今日言ったことって伝えてくれる人めったにいないと思います。特
特に初心者にとってはめちゃくちゃ重要なポイントをお伝えしたつもりですので、絵をもっと上手くなって、これから楽しく絵をたくさん描いていきたいっていう人はですね、この動画を何度か見ていただいて参考にしていただけると嬉しいです。それと今回は普通にね、自分のキャラ描きますとか言って、さらっとオリジナルキャラを描きましたが、いやいや、そのオリジナルキャラってどう描けばいいのよ。そこを教えてよって思った人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、キャラデザのコツがおすすめです。キャラデザって難しそうって思う人もいると思いますが、ここから順番に考えていけば、誰でも簡単にオリジナルキャラ作ることができちゃうよという手順をお伝えした動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。